皆さん、こんにちは。今回は飼いやすい犬を選ぶための9つのポイントをテーマにお届けします。犬を飼おうとする際、多くの方は飼いやすい犬、しつけがしやすい犬を選びたいとお考えになるでしょう。ご自身の生活スタイルや犬とどのような関わり方をしていきたいのかを考え、理想に合った犬を見つけるきっかけになると幸いです。概要欄にタイムスタンプを貼っておきますので、気になる項目からご覧いただけます。よろしければチャンネル登録、高評価いただけると大変励みになります。それでは始めましょう。初めて犬を飼う方の中には、飼いやすい犬という基準で犬種を選ぶ方も多いでしょう。しかし、飼いやすさは人によって異なります。ご自身のライフスタイルや犬との関わり方によって飼いやすさの定義は変わります。例えば、家で過ごす時間が多い、散歩が少なめで済むことが望ましいと考える方は、室内で飼いやすいサイズの犬や運動量の少ない犬が好ましいでしょう。一方で、経済的な負担を抑えたいという方は、餌代や医療費が控えめな小型犬や比較的病気になりにくい健康的な犬を選ぶことが飼いやすさのポイントとなります。飼いやすい犬の定義はそれぞれの希望や状況によって異なるため、犬種の基本的な特性を理解し、自分に合ったパートナーを選ぶことが大切です。ここからは飼いやすい犬を選ぶ際のポイントを9つ紹介していきます。飼いやすい犬を選ぶための9つのポイント。まずはじめは、しつけやすさについてお話しします。しつけやすい犬は、飼い主の指示を理解し、従順に従う傾向があります。これは、犬の性格や気質であったり、飼い主とのコミュニケーションが円滑に行われているかどうかによっても左右されます。しつけやすい犬を選ぶことで、コミュニケーションがスムーズに行え、望ましい行動を覚えさせやすくなります。また、しつけやすい犬はストレスの少ない環境で暮らすことができ、飼い主との絆を深めることができます。しっかりとしたしつけや適切な訓練を行うことで、愛犬と楽しい生活を送ることができるでしょう。飼いやすい犬を選ぶための9つのポイント。2つ目は、性格や気質についてお話しします。犬の性格は個体によっても異なりますが、穏やかで従順な性格の犬が初心者にとって飼いやすいとされています。穏やかでおとなしい性格の犬は家庭内での共同生活がスムーズであり、小さな子供や他のペットとの相性も良い傾向があります。また、従順で飼い主に忠実な犬はしつけや訓練が比較的容易であり、飼い主とのコミュニケーションも円滑に行えるでしょう。このような性格の犬は家族との絆を築きやすく、ストレスなく愛情を育むことができます。飼いやすい犬を選ぶための9つのポイント。3つ目は、吠えにくさについてお話しします。吠えることは犬の自然な行動ですが、過剰に吠えすぎる犬は飼い主や周囲の人々にとってストレスとなりがちです。また、犬が吠える理由には孤独や不安、興奮など様々な要因がありますが、しっかりとしたしつけや適切な社会化を行うことで吠える頻度を減らすことができます。吠えにくい犬種を選ぶことや適切な訓練を行うことで、人と犬のストレスを軽減し、より快適な生活を送ることができます。飼いやすい犬を選ぶための9つのポイント。4つ目は、留守番の得意不得意についてお話しします。犬は社会的な動物であり、飼い主との交流やコミュニケーションを求める傾向があります。そのため、長時間一人で留守番をさせることは、ストレスや不安を引き起こし、無駄吠えにつながる恐れがあります。留守番が比較的得意な犬種は、独立心が強く、一人での時間を穏やかに過ごせる傾向があります。しかし、どんな犬種であっても、長時間の留守番はなるべく避けましょう。可能な限り、犬が一人で過ごす時間を短くする工夫が必要です。
飼いやすい犬を選ぶための9つのポイント。5つ目は運動量についてお話しします。小型犬やシニア犬は比較的少ない運動で済む場合がありますが、中型犬や大型犬はより多くの運動量が必要となることが多いです。犬は運動不足になると体重が増えたり、ストレスが溜まったりする恐れがあります。適切な運動量を確保することで、犬の健康や幸福度を維持し、飼い主との良好な関係を深めることができます。犬種を選ぶ際には、飼い主のライフスタイルや生活環境に合わせて犬の運動量も考慮することが重要となります。飼いやすい犬を選ぶための9つのポイント。6つ目はお手入れの手間についてお話しします。犬種や個体によってお手入れに必要な時間や手間は異なります。毛の長さや質によっても異なるため、長毛種や毛が密集している犬種は定期的なブラッシングやトリミングが必要になります。毛が絡まりやすい犬種や毛が早く伸びる犬も頻繁なお手入れが必要となります。また、シャンプーも定期的に行う必要があります。これらのお手入れは犬の健康や快適さを保つために必要ですが、その分、時間や労力を要します。飼い主のライフスタイルや時間の制約に合わせてお手入れの手間を考慮して犬種を選ぶことが大切です。飼いやすい犬を選ぶための9つのポイント。7つ目はかかりやすい病気についてお話しします。犬種や個体によって健康リスクは異なりますが、犬は様々な病気にかかる可能性があります。例えば、先天的な遺伝子疾患や家族性疾患による病気、また年齢とともに発症しやすくなる疾患などが挙げられます。犬によく見られる病気には皮膚疾患や関節疾患、心臓病、呼吸器系の病気などがあります。健康な状態を保つために定期的な健康診断や予防接種、適切な栄養管理や運動、ストレスの軽減などが大切になってきます。また、病気の早期発見と治療は重要ですので、愛犬の健康状態を定期的にチェックし、獣医師への相談を怠らないようにしましょう。飼いやすい犬を選ぶための9つのポイント。8つ目は飼育にかかる費用についてお話しします。犬を飼うには餌代や医療費、トリミング、おもちゃやケージなどの必要な用品に費用がかかります。餌代は犬のサイズや年齢、活動量によって異なります。高品質なフードを選ぶと健康維持に役立ちますが、コストも高くなる傾向があります。医療費は犬の定期的な健康診断や予防接種、急な病気や怪我の治療費など予期せぬ出費があります。定期的な予防医療や適切な管理を行うことで将来的な医療費の負担を軽減できるため、犬の健康を守るためにも大切となります。また、犬の種類によっては定期的なトリミングが必要になります。トリミングサロンや自宅でのケア用品の購入などの費用も考慮しなければなりません。そして、犬の遊び道具やリラックスできる休息スペースを用意するためにおもちゃやケージを購入する必要があります。犬の飼育にかかる費用は犬種や個体によって異なりますが、予算をあらかじめ考慮しておくことで無理なく健康に育てることができます。飼いやすい犬を選ぶための9つのポイント。最後は匂いの少なさについてお話しします。犬には独特の体臭があり、特に毛の多い犬種や皮脂分泌量の多い個体は匂いが強くなりがちです。しかし、毛の少ない犬種や皮脂分泌が少ない個体は匂いが少なく、お手入れもしやすいとされています。匂いの少ない犬種を選ぶことで、一緒の空間での生活がより快適になります。特にマンションや集合住宅などで犬を飼う場合は、周囲への配慮も含めて匂いの少なさが重視されることがあります。ただし、すべての犬において完全に無臭というわけではなく、定期的なトリミングやシャンプーなどのケアが必要になります。いかがでしたか？飼い主にとって
ペットを迎えるというのは特別な体験です。どんな種類を選ぶにしても、飼いやすい犬に育てるためには、お互いの信頼関係を築くことが何よりも大切です。愛情と責任を持ち、適切なケアやトレーニングをしてあげられるか、今一度考えてみましょう。それでは、次回もお楽しみに。チャンネル登録や高評価、大変励みになります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。